どうもこんにちは、まみよしです。今回レビューするのはエディファイアの最新スタジオモニタースピーカー MR5 になります。ちなみに今回俳優の山崎賢人さんをアンバサダーとして起用しています。このスピーカーなんと 3way 構成で11万円クラスの音が約3万円台で手に入るというめちゃめちゃコスパ高い製品になっています。実際にしばらく使ってみたので3万円にしてはいい音なのかちょっと微妙なのかその辺もチェックしていきます。ということで早速特徴を踏まえながら音質の方をチェックしていきましょう。まずは外観の方をチェックしていきます。サイズは横幅 159mm、高さ 264mm、奥行き 257mm と横幅140から 160cm ぐらいのデスクに置くのにぴったりなちょうどいいサイズ感になっています。重量は片側約 5.2kg と結構ずっしりしている重さになっています。前面に関しては1インチのシルクドームツイーター、3.75 インチの PP コーンミッドレンジ、そして5インチのペーパーコーンウーファーという 3way の構成になっています。特徴的なのがこのツイーターのディンプル加工。これによって部屋のどこにいても均一な高音質を実現してくれるらしいです。そしてキャビネットは MDF 製で歪みや共振を効果的に抑える設計になっています。続いてはスペックの方を紹介していくんですけども、まず驚きなのがこちら合計出力 110W という高出力のスピーカーになっています。内訳に関しては高音が左右 10W ずつで、中音が左右 15W ずつ、低音が左右 30W ずつになっています。周波数特性に関しては 46Hz から 40kHz とスタジオモニターとして十分な広さを持っています。最大音圧レベルは 101dB とかなりの大容量まで対応可能。家庭で鳴らすのには十分だし、ちょっとした小さいスタジオとかで鳴らすのにも十分な音量を確保しています。そして今回の MR5 ハイレゾに対応しています。有線接続では 24bit 96kHz まで Bluetooth でもハイレゾ音源を聴ける LDAC のコーデックに対応したことによって最大 990kbps での高音質のワイヤレスでのハイレゾ音源っていうのを再生することができます。そして無線でも LDAC に対応してハイレゾ再生ができるっていうのを言ったんですけども、Bluetooth の規格に関しては最新の 6.0 超最新の規格に対応してるし、あとマルチポイント接続にも対応しています。なので例えばパソコンと Bluetooth で接続してるけどたまにスマホから音楽を流したいって時に2台のデバイスをつなげるのでマルチポイントに対応してるっていうのもかなり嬉しいポイントです。接続端子も豊富で背面にはプロ仕様の XLR のバランス入力、そして4分の1インチの TRS のバランス入力に RCA のアンバランス入力で、ここに Bluetooth のボタンがあってここでペアリングできるのと、あとはハイとローのノブがあってここで EQ 調整をすることもできます。であとはアプリのカスタマイズ EQ とかそういったフリケンシーとかそういったのもここに書いてあります。ハイレゾオーディオ、ハイレゾワイヤレス、電源はメガネ型のコネクタで、スピーカーアウトはこんな感じの一般的なケーブルになっています。そして前面には 3.5mm の AUX 入力があります。であとは 3.5mm のヘッドホン出力も搭載しているので、普段はスピーカーから音楽を流して夜スピーカー鳴らせない時に作業する時はここにヘッドホンを挿してあげることによってヘッドホンで音を聞くこともできます。ちなみにここのダイヤルで音量を調整できるのと、あとここのボタンを押すことによってモードを切り替えることもできます。ここは後で紹介していきます。でそしてこちらのスピーカー接続も簡単で、付属のスピーカーケーブル、こちらで左右のスピーカーを接続してあげます。今回パソコンと有線で接続してみたいので、この RCA のところに付属のケーブルでつなげてあげて、これ先の端子 3.5mm になっているのでこれをパソコンにつないでいきます。あとは電源ケーブルをつないであげて、じゃあ早速こちらの MR5 どんな音が出るのかチェックしていきましょう。そうしたらスピーカー設置できたので MacBook Pro 14インチの内蔵スピーカーと Edifier の MR5 こちらの音声の違いチェックしてみましょう。ちなみに MacBook 14インチのスピーカー音質も結構いい感じです。そしたらいろんな曲でチェックしていきます。
とりあえずね。そうしたら続いては Bluetooth で接続していきましょう。スピーカーの背面にある Bluetooth ボタンをカチッと押してあげると、ここが点滅してるので、この状態で Bluetooth ペアリングしていきます。そしたら Bluetooth 一番下にある Edifier MR5 をタップして接続していきます。ペアリングできました。Edifier の Connex っていう専用アプリを使うことによって、さらに色々と調整することができます。設定項目に関しては、イコライザー、モニター音楽とかカスタマイズとか、音楽が一番音質的には好みでした。モニタースピーカーとして使うんだったら赤とかでやってあげるのがいいと思います。で、カスタマイズは自分好みに EQ を調整可能ってやつですね。で、そして音量調節に関してはスピーカー自体のダイヤルで回すのと一緒の効果があります。右上の設定ボタンを押すことによってこんな感じでさらに色々と設定をすることができます。取扱説明書でマニュアルをチェックすることもできるし、オーディオチャンネル設定の設定だったり、節電モード。で、そして Bluetooth デバイス。今は S25 Ultra と接続しています。で、HD オーディオコーデックに関しては 48kHz のサンプリングレート。これは普通の状態ですね。96kHz にすることによってハイレゾ音源を流すことができます。ちなみにこれは LDAC に対応しているスマホじゃないとできないので注意してください。設定だと1回再起動かかるっぽいですね。で、アナウンス音に関しては Bluetooth 接続した時の音をオンにするかオフにするか。電源オフに関してはこれをオンにすると本体が電源オフになりますよ。で、Bluetooth 設定に関しては Bluetooth を切断するとか、あとは初期化もありますね。こんな感じです。じゃあちょっと音楽流してみます。はい、わかりました。ということで今 Bluetooth で流してみたんですけども、僕の耳だと全然音質が劣化したとかそういった感じはなかった。スマホでできることはそんな感じですね。ということで、いかがでしたでしょうか？メリットをまとめると、広い周波数特性、そして 110W の圧倒的なパワー、あとは Bluetooth 有線、そしていろんな接続端子があって、入力が豊富、有線、無線両方ともハイレゾに対応。で、あとはアプリでのカスタマイズだったり、あとは何といってもコスパがいいスピーカーになっています。ということで、コスパよく大迫力のスピーカーが欲しい。そんな方はこちらの Edifier の MR5、ぜひチェックしてみてください。今回こちらのスピーカーの音質比較するときに録音したのはこの iPhone の内蔵マイクになっているので、ぜひ皆さんの iPhone で自宅のスピーカーの音をそのまま撮って、今回の動画の音と比較してみてください。以上、Edifier MR5 の紹介でした。バイバイ。